はい、皆さんこんにちは。バリの日本語ポッドキャストのお時間です。今日は2026年2月9日月曜日です。新しい1週間が始まりましたね。月曜日ってなんだか気持ちがリセットされる感じがしませんか？先週はあんまり勉強できなかったなという人も、今日からまた新しいページをめくるような気持ちでスタートできる、そんな月曜日の雰囲気が私は実は結構好きなんです。皆さんも温かい飲み物を用意してリラックスして聞いてくださいね。このポッドキャストはただリラックスして聞き流すだけで自然な日本語のスピードやリズムに耳を鳴らす練習になるように作っています。勉強だと気を負わずにコーヒーを飲みながらあるいは麦を撫でるようにゆったりとした気持ちで付き合ってください。さて、今週のテーマは、勉強と運動の目標設定です。新しい1週間を充実させるために、どうやって目標を立て、どうやって続けていくか、リスナーの皆さんの目標設定のヒントになれば嬉しいです。新しい週が始まると、今週はたくさん勉強するぞとか、毎日運動して健康になるぞと目標を立てる人が多いですよね。でも、実はその曖昧な目標こそが挫折のモンスターを呼び寄せる原因なんです。日本語の会話でも以前、具体例を使うことが大切というお話をしました。例えば、このゲームは面白いですというよりも、時間を忘れて深夜3時までプレイしちゃうくらい面白いですという方がしっかり伝わりますよね。目標設定もこれと全く同じなんです。たくさん勉強するという目標はゴールが見えない迷路のようなものです。何をもってたくさんと言えるのか自分でもわからなくなってしまいます。一方で何をどれくらいするかを明確に決めることはゲームで言えば勝利条件をはっきりさせること。漢字を覚えるだけでなく毎日漢字を5個覚えると決める。運動するではなく、週に3回20分間ジョギングをすると決める。このように目標を具体的にすることで、脳は、これをやればいいんだなと理解し、動けるようになるんです。具体的な目標は、あなたを迷わせないための強力な手助けになりますよ。でも、ここで一つ注意点があります。最初から高い目標を立てすぎていませんか？毎日漢字を5個覚えるというのはいい目標ですが、仕事や学校が忙しい時には、それが重すぎる目標になってしまうこともあります。もし途中で、今日は無理だと諦めてしまったら、せっかくのやる気がもったいないですよね。そこで私がおすすめするのは、さらに実行しやすいレベルまで目標を小さく修正することです。例えば、毎日漢字5個を毎日漢字3個に変えてみる。週3回20分のジョギングを週4回15分の散歩に変えてみる。一旦目標を下げたように見えるかもしれませんが、大切なのは毎日続けられる難易度に調整することです。完璧主義になりすぎて全部やらなきゃと自分を追い込むよりも、これくらいなら毎日できるんじゃんと思えるくらいの軽やかなステップにするのが目標達成の近道なんです。自分のライフスタイルや今の体力というステージに合わせて目標というアイテムをカスタマイズしてみてくださいね。皆さん、日本語に三日坊主という言葉があるのを知っていますか？これは何かを始めても
3日くらいですぐに飽きてやめてしまうことを言います。由来は、お坊さんになる修行を始めたけれど、厳しい生活に耐えられず、3日でやめてしまったという話から来ていると言われています。この三日坊主にならないために私が大切にしている3つのコツをご紹介します。1、記録をつける。自分がやったことをカレンダーやアプリにメモします。これはゲームの冒険の記録と同じです。今週はこれだけ進んだなと視覚的にわかると、達成感という経験値がたまります。2、完璧を目指さない。これ一番大事です。一日できなかったからもうダメだーと思わないでください。完璧を目指さなくていいんです。一日休んでしまったらまた次の日から再開すればいい。不完全なままで冒険を続ける勇気が一番の攻略法ですよ。3、自分へのご褒美を用意する。目標を達成したら自分に小さなプレゼントをあげましょう。私なら、今日覚える漢字をクリアしたら、麦と10分間思いっきり遊ぶとか、散歩の帰りに美味しいココアを買うといった感じです。ご褒美という報酬があれば、次のクエストにもワクワクして挑戦できますよね。実は、運動をすることは、勉強の集中力を高める効果もあると言われています。体を動かすことで脳が活性化し、座って勉強するときよりも記憶に残りやすくなるそうなんです。そこでおすすめしたいのが、散歩やジョギング中にこのポッドキャストを聞くという、まさに一石二鳥な方法です。運動しながらリスニングの練習をすれば、体も心もリフレッシュできて、さらに日本語の耳も鍛えられる。日常生活の中に自然と日本語学習を取り入れられるので、勉強しなきゃというストレスを感じずに済みますよね。運動しなきゃ、でも勉強もしなきゃ、と悩んでる皆さん、ぜひ明日からの散歩の時間に私と麦の話を一緒に連れてってください。運動とリスニング練習をセットにすることで、学習を習慣という名の最強のバフに変えてしまいましょう。はい。ということで、今日は目標の立て方についてお話ししました。今日のポイントをまとめましょう。目標を立てるときは、小さく具体的にすること。何をどれくらいを明確にするのがコツです。続けるための3つのコツは、記録、完璧を目指さない、ご褒美です。最後に、今日の内容から覚えてほしいベストフレーズ3選をご紹介します。1、具体的な目標を立てる。曖昧な夢ではなく、はっきりしたゴールを決めたいときに使ってください。2、三日坊主にならないように頑張ります。日本語の先生や友達に決意を伝えるときにぴったりのチャーミングな表現方法です。3、モチベーションを保つ。やる気を維持したいとき、今の自分の心の状態を説明するのにとても便利な言葉です。そろそろお別れの時間です。今週の皆さんの勉強や運動の目標、何にするか決まりましたか？無理に大きなことをしなくても、今日このポッドキャストを最後まで聞いてくれた。それだけであなたは立派な一歩を踏み出しています。次回の配信でも皆さんのリスニングの助けになるような楽しいお話を用意してお待ちしていますね。継続して聞き続けることが日本語マスターへの一番の近道ですよ。
無理せず自分らしいペースで日本語を楽しんでください。それではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバイ。